り解説。視聴者の声に応えてついに実現。昭和のいぶし銀シリーズ第3弾。伝説の名脇役女優たちがよみがえる。皆さん、こんにちは。ゆっくり解説のレイムです。ゆっくりマリサだぜ。いや男優編への反響、本当にすごかったよな。特に女優編もぜひ、っていう熱いリクエスト、たくさんもらって感謝しかないぜ。本当に。というわけで、今回は 100% 皆さんの声にお答えして、ついに実現。画面に映るだけで空気を変える、伝説の名脇役女優編をお届けします。待たせたな。昭和の映画やドラマには、優しい日本のお母さん役だけじゃなく、女の執念、強さ、哀愁、そして凄みをスクリーンに焼き付けた、とんでもない名脇役たちがゴロゴロいたからな。彼女たちがいなかったら、昭和の名作は生まれなかったかもしれないわよね。私たちの記憶に深く刻み込まれた、あの女優さんは、一体何位にランクインしているのかしら？早速、10位から見ていこうぜ。今回も最後まで、ゆっくり楽しんでいってくれよな。第10位。菅井いよいよ女優編のスタートね。記念すべきトップバッターは、どんな名脇役女優さんかしら？第10位は、この人の登場だ。日本で一番有名なお姑さんと言っても過言じゃないぜ。菅井金さんだ。わあ、菅井金さん。婿殿、っていうあの甲高い声が、すぐに頭の中に響いてくるわ。本当に強烈なインパクトだったわよね。だろ？彼女のいぶし銀としての凄さは、まさにあの誰もが知る日本一のいびり役を確立したこと。そしてそれとは真逆の役柄も見事に演じきった。とてつもない演技の幅広さにあるんだぜ。確かに、ただ意地悪なだけじゃないのよね。どこか愛嬌があって憎めないというか、婿殿のセリフにも、すごいこだわりがあったって聞いたわ。ああ。必殺シリーズの中村戦役は、どうすればもっと肉々しく、かつ面白く聞こえるか、声のトーンや間の取り方を徹底的に研究したそうだ。その役作りへの執念が、お茶の間の誰もが真似した、あの伝説の名台詞を生んだんだ。すごいプロ意識ね。でも、それだけいびり役のイメージが強いと、他の役を演じるのが大変だったんじゃないかしら？そこがこの人の本当の凄さだ。同じ時期に放送されていた太陽にほえろでは、松田優作さん演じるジーパン刑事の愛情深いお母さん役を演じてるんだ。戦役とは180度違う、息子を優しく見守る母親像を見事に演じ分けて、日本中を泣かせたんだぜ。あの菅井金さんが、ジーパン刑事のお母さん役を、全然イメージが違うわ。まさに名脇役の鏡ね。だろ？しかもその役者魂は、晩年になっても全く衰えなかった。なんと2008年、82歳の時に映画、僕のおばあちゃんで初主演を果たして、世界最高齢映画主演女優としてギネス記録にまで認定されたんだぜ。役者とは、いくつになっても新たな挑戦を続けるものなんだって、改めて教えてくれたよな。82歳で初主演でギネス記録。すごい。生涯現役を貫いたのね。もともと若い頃から役者さんだったの？いや、それがまた驚きなんだ。もともとは文部省や東大で働く事務職員だったんだぜ。戦後、芝居に感動してこの世界に飛び込んだって言うんだから、その情熱は本物だよな。お役人から大女優へ、人生そのものがドラマチックだったのね。だからこそ、あれだけ人の心に残る演技ができたんだわ。その通りだぜ。憎まれ役から慈愛の母まで、その全てが日本のお茶の間に愛された。これぞ昭和を代表する国民的名脇役なんだぜ。第9位。野村昭子。この方、テレビドラマで本当によくお見かけしたわ。いるだけでなんだかホッとする、街のおばさんっていう感じよね。そうなんだよな。お茶の間に安心感を与え続けた、まさにプロのおばさん役だ。第9位は、日本一親しみやすい名脇役、野村昭子さんだぜ。渡る世間は鬼ばかりや、家政婦は見たとか、本当にたくさんの名作ドラマに出ていたわよね。野村さんのいぶし銀としての凄みって、どんなところにあるの？彼女の凄さは、その温かい見た目からは想像もつかない異色の経歴と、一切の妥協を許さない、
鋼のような職人魂にあるんだぜ。異色の経歴ですって？薬剤師さんだったって聞いたことがあるけど、本当なの？まさか、白衣を着ていたなんて想像もつかないわ。ああ、本当だ。しかも東大病院に勤務していたって言うんだから驚きだよな。安定した職業を捨ててでも、演劇への夢を諦めきれなかったんだ。お父さんの猛反対を押し切って、名門劇団俳優座の世界に飛び込んだその覚悟と情熱が、彼女の職人魂の原点なんだぜ。すごい決断力。鋼の職人魂っていうのは、どういうこと？俳優座の養成所1期生として、師匠の千田是也さんから、完璧に台本を覚えること、そして絶対に NG を出さないことを、徹底的に叩き込まれたんだ。その教えを生涯にわたって守り通した、まさにプロ中のプロの名脇役だったのさ。だから、どんな役でも安心して見ていられたのね。渡る世間は鬼ばかりの滝さん役も、本当に自然で大好きだったわ。あの滝さん役にも、実は深い物語があってな。もともとあのドラマの重要なポジションには、名優だった山岡久乃さんがいたんだ。でも山岡さんが急逝された後、プロデューサーの石井福子さんが、この大きな穴を埋められるのは野村さんしかいないと、絶大な信頼を寄せて、後任として野村さんを迎えたんだぜ。そうだったのね。亡くなった名優の魂も受け継いで、あの重要な役を。だからこそ、あれだけ心に響くキャラクターになったんだわ。家政婦は三田の会長役も忘れられないわね。ああ、市原悦子さん演じる主人公をビシッとまとめる、あの頼もしい会長さんだよな。市原さんとは俳優座時代からの先輩後輩で、プライベートでも大の仲良しだったそうだぜ。確かな技術と、共演者との温かい人間関係。その両方があったからこそ、日本中のお茶の間に愛される、国民的名脇役になれたのね。その通りだ。画面にいるだけでホッとする、唯一無二の安心感。昭和のドラマに欠かせない宝物のような女優、それが野村昭子さんなんだぜ。第8位、山岡久乃。まあ、この方はすごく気品があって、背筋がスッと伸びているような、まさに凛としたという言葉が似合う女優さんね。来たな。昭和のお茶の間が最も信頼し、憧れた日本のお母さんだ。第8位は、その気高い美しさで人々を魅了した名脇役、山岡久乃さんだぜ。山岡久乃さん。渡る世間は鬼ばかりの初代お母さん、岡倉節子さんの印象がすごく強いわ。本当に素敵なお母さんだったわよね。ああ、彼女のいぶし銀としての凄みは、ただ優しいだけじゃない。時に厳しく、しかし深い愛情を持った理想の母親像を、その圧倒的な気品で完璧に演じきったことにあるんだぜ。確かに、ただニコニコしているだけじゃなくて、言うべきことはビシッと言う、芯の強さをいつも感じていたわ。あの凛とした佇まいは、どこから来ていたのかしら？その秘密は、彼女の意外な経歴にあるんだ。実は山岡さん、あの宝塚音楽学校の出身で、しかも男役を志望していたんだぜ。清澄明っていう芸名まで決まっていたらしい。宝塚の男役志望だったの。道理で、颯爽としていて、甘すぎない気品があったわけだわ。だろ？その後、俳優座で本格的に演技を学んだんだが、宝塚で培われた美しい立ち姿や凛とした発声は、彼女の大きな武器になったんだ。舞台で鍛え上げた確かな技術があったからこそ、ただの綺麗な女優で終わらなかった。国民的ドラマ、ありがとうや、渡る世間は鬼ばかりで見せた母親役は、まさに大黒柱としての強さと包容力に満ちていたよな。特に、綿鬼の節子さんは、5人の個性的な娘たちを大きな愛で見守る、本当に日本の理想のお母さんだったわ。ああ、プロデューサーの石井福子さんや脚本家の橋田壽賀子さんからの信頼も絶大で、石井ファミリーのドラマには絶対に欠かせない存在だった。まさに作品の大黒柱だったんだぜ。なるほど。確かな演技力と、宝塚仕込みの気品、そして人間的な温かさ。その全てを兼ね備えていたからこそ、あれだけ多くの人に愛される。日本のお母さんになれたのね。そういうことだ。昭和のお茶の間に、母親の、
そして一人の女性としての理想の姿を示し続けた偉大な名脇役。それが山岡久乃さんなんだぜ。第7位、初恋ことうわ、この女優さんが出てくると、ドラマが一気に不穏な空気になるのよね。声を聞いただけで何か起きるって思っちゃうわ。ふふ、来たな。昭和のお茶の間にトラウマを植え付けた、最強のお姑さんだぜ。第7位は、一度見たら忘れられない究極の個性派名脇役、初井琴恵さんだ。初井琴恵さん、甲高くて、一度聞いたら絶対に忘れない声が特徴的よね。特に意地悪なお姑さんの役は、本当に憎たらしかったわ。そうだろう。彼女のいぶし銀としての凄みは、なんといっても日本中に、嫁姑問題の恐ろしさを知らしめた、強烈すぎる姑役にある。まさに、姑役女優という一大ジャンルを確立したパイオニアなんだぜ。確かに、初井さんが出てくるだけで、このお嫁さん、これから大変な目に遭うんだな。ってかわいそうになったもの。特に大映ドラマでの演技はすごかったわよね。睨みつけるような視線、甲高い声で嫁を追い詰める姿は、今思い出してもゾッとするわ。ああ、家主の鏡や花嫁衣装は誰が着るで見せた。蒸気を逸したヒステリックな開演は伝説だな。過激なドラマの世界観は、初井さんの存在なくしては成立しなかったと言っても過言じゃないぜ。本当に鬼気迫る演技だったわ。プライベートでも、やっぱり厳しい方だったのかしら？いや、それが全くの真逆なんだ。役柄とは裏腹に、実際はすごく温厚で優しい人だったらしいぜ。家主の鏡で共演した主演の杉浦みゆきさんを、撮影の合間にいつも優しく気遣っていたっていう、心温まるエピソードも残ってるんだ。あんなに怖い役をやってたのに、信じられないギャップだわ。役者さんって本当にすごいのね。だろ？そして、そんな彼女のもう一つの顔が、声優としての活躍だ。特に、日本アニメ史に輝く傑作、天空の城ラピュタで演じた、役は絶対に忘れられないぜ。もしかして、女海賊のドーラ一家の、その通り、40秒で支度しな、でおなじみ、たくましくてかっこいいお母さん、ドーラ役だ。日本中のお嫁さんを震え上がらせた声が、今度は日本中の子供たちを勇気づける声になったんだからな。意地悪な姑役から、誰もが憧れる女ボスまで演じ分けるんだから、その演技力は本物だよな。ドーラが初井さんだったなんて、そう言われてみれば、独特の声、まさにそうだわ。知らなかった。強烈な個性と唯一無二の声、そして役柄とは真逆の温かい人柄。その全てを武器に、お茶の間に愛と恐怖を同時に届けた偉大な名脇役。それが初井琴恵さんなんだぜ。第6位、飯田長子。まあ、この方は、見ているだけで心が温かくなるような、本当に優しい笑顔のおばあちゃんね。ああ、日本映画の黄金期を支えた下町の太陽のような人だぜ。第6位は、日本で最も愛された名脇役女優の一人、飯田長子さんだ。飯田長子さん、なんだか、おばあちゃんの家に遊びに来たみたいな安心感があるわ。どんなところが、いぶし銀なのかしら？彼女の凄さは、どんな役でもたちまち。どこかに本当にいそうな、愛すべき普通のおばちゃんに変えてしまう。究極のリアリティにある。特に、巨匠小津安二郎監督にとっては、絶対に欠かせない存在だったんだぜ。小津監督に愛された女優さんだったのね。どんな役を演じたのかしら？戦前から戦後にかけて、なんと18本もの小津作品に出演してるんだ。中でも戦後初の作品、長屋紳士録で演じた、ぶっきらぼうだけど根は優しいおばさん役は、まさにハマり役でな。この役で日本のお母さんおばあさん役としての地位を不動のものにしたんだ。すごいわね。でも、そんな国民的なおばあちゃん女優になるまでには、やっぱり苦労があったんでしょ？もちろんだ。彼女のデビュー秘話は、まさに伝説だぜ。松竹の女優募集の面接で、一度は不美人だからって理由で落とされたんだ。でも彼女は諦めなかった。そんな失礼な理由で、それで、どうしたの？監督にこう言ってのけたんだ。女中などの脇役は美人がやると不自然で、
自分のような不美人が脇役に合っているってな。その気迫とユニークな持論に監督が感心して、見習いとして撮影所に入れたんだ。まさに執念で掴んだデビューだったんだぜ。すごい度胸と情熱だわ。自分の個性を武器にしたのね。若い世代にとっては、やっぱりあの映画の印象が強いんじゃないかしら？ああ、きっとそうだろうな。加山雄三さんの若大将シリーズで、おばあちゃんの力さん役を、長年演じたからな。あの優しくて、ちょっとお茶目なおばあちゃんの姿は、昭和の家族の象徴だったよな。本当にそうね。小津監督の芸術的な映画から、若大将みたいな娯楽映画まで、どんな作品にもすっと溶け込んで、温かい空気を作ってしまうのね。その通りだ。どんな名監督も、どんな大スターも、この人がいなければ輝けなかった。日本映画の良心そのものだった名脇役、それが飯田長子さんなんだぜ。第5位、何は千恵子。この方の人生は、NHK の朝ドラにもなったのよね。本当に波乱万丈な女優さんだったって聞いたわ。ああ、その生涯そのものが一本の映画になる、まさに伝説の女優だ。第5位は、なにわのお母ちゃんこと、なにわ千恵子さんだぜ。朝ドラ、おちょやんのモデルにもなった方よね。どんなところが、いぶし銀の名脇役だったのかしら？彼女の凄みはな、その壮絶すぎる人生経験から滲み出る、演技の魂の重さにある。何せ、たった8歳で女中暴行に出されて、小学校にも通えず、読み書きすらできなかったんだからな。8歳で、そんな過酷な子供時代から、どうやって大女優になったの？松竹新喜劇の看板女優になった後、一度は引退状態になるんだが、彼女を探し出した NHK のプロデューサーに壊れて出演したラジオドラマが大ヒット。その声に惚れ込んだのが、あの巨匠溝口健二監督だったんだ。溝口監督、すごい出会いね。ああ、監督の映画、祇園林で茶屋の女将を演じ、いきなりブルーリボン助演女優賞を受賞。そこから、日本映画界に欠かせない名脇役としての快進撃が始まったんだぜ。まさにシンデレラストーリーだわ。彼女の演技で、特に伝説になっているものって何かしら？それはもう、世界の黒沢をうならせた、あの役だろうな。黒沢明監督の蜘蛛の巣城で演じた、森に住むもののけの老婆役だ。あの不気味な佇まいと、糸車を回しながら未来を予言するシーンは、海外の映画ファンにも衝撃を与えた、まさに伝説の怪演だぜ。そんな鬼気迫る演技をする一方で、すごく優しそうなイメージもあるわよね。そうなんだよな。長年、オロナイン軟膏の CM に出ていたから、オロナインのおばあちゃんとして親しまれていたんだ。放浪看板になったあの優しい笑顔と、蜘蛛の巣状の老婆が同じ人物だなんて、にわかには信じられないよな。その振り幅こそが、彼女の本当の凄さなんだ。壮絶な人生から生まれた魂の演技と、日本中を安心させた優しい笑顔。その両方を持っていたからこそ、ただの脇役じゃない、特別な存在になったのね。その通りだ。人生の辛酸を舐め尽くしたからこそ出せる、本物の深み。これぞなにわのいぶし銀の真骨頂なんだぜ。第4位、浦部久美子。このお顔は、まさに元祖日本のおばあちゃんって感じね。見ているだけで、なんだか懐かしくて優しい気持ちになるわ。その通り、すべてのおばあちゃん役の原点がこの人だぜ。第4位は、日本映画の生き字引そのもの、浦部久美子さんだ。生き字引、すごい言われようね。優しいおばあちゃんのイメージだけど、どんなところがいぶし銀の名脇役なのかしら？彼女の凄みはな、黒澤明、小津安二郎、溝口健二、成瀬美樹夫、日本映画の黄金期を築いた巨匠たちが、こぞって彼女の演技を頼ったという事実そのものにあるんだぜ。そんなそうそうたる監督たちから、それはもう、実力の証明ね。最初からおばあさん役の名人だったの？いや、そこが面白いんだ。デビュー当初は、主演も張る性格女優として鳴らしたんだ。出世作の制作の妻では、夫が出世するのを嫌がって、かんざしで夫の目を突き刺すっていう、とんでもなく壮絶な役を演じきってるんだぜ。かんざしで、あの優しそうなお顔からは想像もつかない。
あまりに壮絶な役だわ。すごいギャップ。だろ？戦後は、まさに日本のおばあさん役の第一人者として、数えきれない名作に出演した。そして80歳を過ぎてからは、今度はバラエティ番組で、おばあちゃんアイドルとして大人気になったんだ。すぐに種がバレちゃう可愛い手品を披露してたのを覚えてるだろ？あ、知ってる。すぐに種がわかっちゃう。あの可愛い手品を披露していた方よね。そうそう。夫の目をかんざしで突き刺す壮絶な女から、巨匠たちに愛される慈愛の母へ、そしてお茶の間を笑顔にする可愛いアイドルへ、こんな振り幅を持つ女優が他にいるか？ 60 年以上の女優人生で、300本以上の映画に出た。その存在自体が、もはや日本の宝なんだぜ。なるほど。日本映画の歴史と共に生きて、その全てを体現したような方なのね。本当にすごいわ。そういうことだ。すべての映画ファンが頭を下げるべき、偉大なる母。それこそが浦部久美子さんなんだぜ。第3位、北林谷江。わあ、このおばあちゃんの笑顔、見ているだけで涙が出そうになるくらい優しいわ。日本人なら誰もが知っているおばあちゃんよね。ああ、まさに国民のおばあちゃんだぜ。第3位は、その存在自体が日本の宝。老け役の神様こと、北林谷江さんだ。老け役の神様、すごい呼び名ね。でも、本当にぴったりだわ。若い頃から、ずっとおばあさん役を演じていたって本当なの？その通りだ。彼女のいぶし銀としての凄みは、30代という若さで老女役を演じて以来、生涯をかけておばあちゃん役という一つの道を極め続けた。その求道者のような役者魂にあるんだぜ。一つの道を極める。かっこいいわね。でも、どうしてそんなに老け役にこだわったのかしら？当時の演劇界では、年寄り役は貧乏くじだと思われていたらしい。だが、彼女はそこにこそ人間の深みがあると考えたんだ。その役作りへの執念は凄まじく、映画、菊と勇では、役に完全になりきるために自らの前歯を抜いて撮影に臨んだんだぜ。前歯を、また歯を抜いた方がいたの。加藤義さんと同じ、昔の役者さんの覚悟って、本当にものすごいのね。ああ、まさに魂で演じていたんだ。そして、そんな彼女の温かい声は、日本中の、いや世界中の子供たちの心にも、永遠に刻まれている、あのアニメ映画史に残る傑作、隣のトトロでな。カンタのおばあちゃん、さつきとメイを優しく見守る、あの温かい声、今でもはっきりと耳に残っているわ。だろ？あの温かい声こそ、我々が心の中に抱く理想のおばあちゃんそのものだよな。だが、彼女はただ優しいだけじゃない。80歳で主演した映画、大誘拐では、誘拐されたはずなのに、逆に犯人たちを手玉に取るというとんでもないおばあちゃんを演じて、日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受賞したんだ。80歳で主演して、日本アカデミー賞。すごい。まさに生涯現役、日本一かっこいいおばあちゃんね。隣のトトロで見せた、すべてを包み込むような優しいおばあちゃん。そして、大誘拐で見せた、警察を手玉に取る頭脳明晰な女傑。この両極端な役を完璧に演じきるんだから、その演技の深さと幅広さは、もはや神業の域だ。日本が世界に誇る大女優、それこそが北林谷江さんなんだぜ。第2位、キキキリン。いよいよ第2位ね。この方はもう、唯一無二っていう言葉しか思い浮かばないわ。いるだけで面白いし、いるだけで泣けてくる。本当に不思議な女優さんだったわよね。ああ、まさに怪物。日本の芸能史が生んだ最高傑作の一人だ。第2位は、予測不能の演技で常に我々の心をかき乱し続けた天才、キキキリンさんだ。キキキリンさん、大好きだったわ。彼女のどこがいぶし銀なのかしら？もはやいぶし銀なんて言葉も超えちゃってる気もするけど、彼女の凄みは、脇役でありながら、ワンシーンで主役を食らい、物語の中心に躍り出てしまう、その圧倒的な存在感にある。彼女はまさに、究極の主役食いだったんだぜ。主役食い、確かにそうかも。どんな役でも、全部、キキキリンの色に染め上げてしまうというか、特に若い頃の、あのおばあちゃん役は衝撃的だったわ。だろ？
ドラマ、寺内貫太郎一家で、当時まだ30代だったのに、完璧な老けメイクで小林亜生さんのお母さん役を演じたんだ。仏壇の横に貼った沢田研二さんのポスターに向かって、ジュリー、ってもだえるシーンは、日本中を爆笑させた伝説だぜ。あったわね。本当に面白かった。やることなすこと、全部が常識破りっていうか、その常識破りっぷりを象徴するのが、あの有名な芸名売却事件だ。テレビのオークション企画で、売るものがないからって、自分の芸名だった結城地方によろず200円で売っちまったんだからな。あんな女優、後にも先にもいないぜ。自分の名前を売っちゃうなんて、発想がすごすぎるわ。演技も、どこまでが台本でどこからがアドリブなのか、全くわからなかったわ。それこそが彼女の真骨頂だ。特に晩年、是枝裕和監督の歩いても歩いてもなんかで見せた演技は、もはやアドリブの神様だった。脚本には書かれていない、何気ない瞬間のため息や、ふとした仕草、そして一言。それが、その家族が本当に何十年も一緒に暮らしてきたかのような、圧倒的なリアルな空気を作り出しちまうんだ。だからあんなにリアルで、心に突き刺さるのね。晩年は、彼女が出ているだけで、この映画は絶対面白いっていう、安心感があったわ。そうなんだ。脇役なのに、彼女がいるだけで作品の格が数段上がる。こんな女優は他にいない。その生き様も言葉も、すべてが我々にとっての道しるべだった。日本が誇る、永遠の名脇役なんだぜ。第1位、音羽信子。いよいよ、女優編の第1位ね。この方は、すごく美しいのに、どこか心の奥に燃えるような激しさも感じるわ。一体どんな方なのかしら。ああ、この人こそ、日本の女優史に燦然と輝く、魂の女優だ。栄えある第1位は、その身一つで人間の喜怒哀楽、そして業の全てを演じ切った、音羽信子さんだ。音羽信子さん、主役もたくさんやられている大女優なのに、どうして、いぶし銀の頂点なの？いい質問だぜ。彼女の凄みは、宝塚が生んだ100万ドルのエクボと謳われたスターの座を、自ら捨て、夫であり師である新藤兼人監督と共に、商業的な成功よりも、人間存在の根源を追求する、修羅の道を選んだことにある。その変貌こそ、究極のいぶし銀なんだ。スターの座を捨てて、想像を絶する覚悟だわ。その覚悟が、伝説の映画を生み出すんだ。まずは、全編セリフが一切ない映画、裸の島だ。瀬戸内の小さな島で、ただ黙々と過酷な労働に耐える妻を演じたんだが、その存在感だけで、世界中を感動させたんだぜ。セリフが一切ない。言葉なしに、演技だけで、想像しただけで鳥肌が立つわ。だろ？そしてその麻薬、人間の執念と情念を演じさせたら、彼女の右に出る者はいない。映画、鬼ババでは、落ち武者狩りで生きる女を演じ、嫉妬に狂って般若の面をかぶる、あの鬼気迫る姿は、見た者すべてに強烈なトラウマを植え付けたぜ。般若の面、美しかった方が、そこまで、まさに魂を削って演じていたのね。ああ、だが、彼女の凄さはそれだけじゃない。世界中を涙させた、あの国民的ドラマ、おしん。その晩年期を演じ、すべての苦難を乗り越えた先の、深く、そして慈愛に満ちた母親の姿を見事に体現したんだ。そうだったわ。あの優しいおしんのおばあちゃんが、鬼ババを演じた方と同一人物だなんて、信じられない。宝塚のトップスターから、言葉なく耐える女へ、嫉妬に狂う鬼から、すべてを包み込む聖母へ、これほどの振り幅を持つ女優が、他にいただろうか。主演も脇役も関係ない。ただひたすらに、その役に人生を捧げる。それこそが、音羽信子という女優なんだ。役を生きるとは、まさに音羽さんのことだったのね。本当にすごい。第一位、納得だわ。そうだろ。日本映画界が誇る、永遠にして究極のいぶし銀女優。その名は、音羽信子。これ以上ない存在だぜ。総評またはまとめ。いやー、今回の女優編も、本当にすごい方ばかりだったわね。優しさ、強さ、怖さ、そして愛嬌。
女性の持つあらゆる魅力と凄みが詰まっていた気がするわ。ああ、まさに圧巻だったな。物語に深みとリアリティを与え、時には主役すら食っちまう。彼女たちという最高の脇役がいたからこそ、昭和の名作は今も私たちの心に輝き続けてるんだぜ。本当にそう思うわ。そして、この素晴らしい企画が実現できたのも、ひとえに皆さんからの熱いリクエストのおかげです。本当にありがとうございました。感謝しかねえぜ。男優編、女優編ときたら、次は、そうだな。悪役編なんてのも面白いかもしれないな。ぜひ、みんなの意見も聞かせてくれよな。期待しちゃうわね。今回の動画も待ってましたと感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。みんなのコメントも、次の企画のヒントになるからな。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。バイバイなんだぜ。